さて、尾道駅に着きました。私、今日は福山駅からこの電車に乗って尾道に来たんですけど、尾道駅は普通列車しか走っていないので、基本的にはこの4両編成かなの普通列車に乗って福山または三原駅から来ることになります。実際には新幹線もあるんですけど、新幹線ここから車で15分ぐらい離れた場所にあるので、直接接続はしていないということになります。これ今見てるの反対側の出口なんですけど、両側に出口が尾道駅あるんですけど、基本的には今から出るこの南出口というのがメインのゲートになります。先ほどちょっとお伝えした通り、新幹線が直接ここには来てないので、新幹線で来た場合には、福山駅かまたは三原駅から普通列車に乗り換えて尾道駅に来るっていう形か、または新尾道という新幹線の駅からタクシーかまたはバスで来るところですね。で、今改札出たらこの右上に上がってくるですね、実はこれホテルがあって、駅直結のこれ多分4、5年前にできたホテルだと思うんですけど、ビーコンというホテルがあります。尾道自転車の街なので、多分おそらく自転車をですね、自分の部屋に持ち込むみたいな、自転車をかけられる設備もあったと思います。一回私も泊まったんですけど、ちょっと忘れちゃいましたが、はい。で、このままですね、改札を出ると、これ実はですね、もう出た瞬間の向こう側ですね、ちょっとそれっぽく見えてますが、尾道水道といって、2、300メートルの川幅ですが、これ実際海です。ちょっとこの後行きますが、ロータリーになっていて、そうです。で、尾道駅、はい、ここが振り返ると尾道駅ですね。で、この出て右側ですね、左側とそれぞれちょっと歩けるんですけど、今回は出て左の方に向かいたいと思います。そちらの尾道市役所があります。で、あと今こっち側ですね、実は運河沿いではなくて、こちらに行くと商店街がありまして、アーケード街になっていますが、今日はアーケード街、商店街ではなくて尾道水道の方行きたいと思います。で、反対側行くとですね、尾道 U2 という倉庫をリノベした商業施設がありまして、おしゃれな場所です。10年以上前だと思いますけど、そこにはホテルとか雑貨屋さんとか、レストランとか自転車屋さんとかが入ってます。尾道自転車の街なので、そこもサイクリストっていうんですかね、自転車乗りの一つのスポットになっていて、ちょうど今目の前自転車乗ってらっしゃる方がいらっしゃいますが、おそらくしまなみ海道を自転車で渡るんだと思います。尾道ですね、世界的にすごい有名で、多分 CNN だったか何かがですね、7大サイクルロードみたいなので尾道を紹介したことがきっかけで、世界的にもすごい自転車の愛好家の方々に有名になった街で、なので自転車の人も多いですし、外国人の方もとても多いです。今横断歩道を渡ってですね、運河沿いというか、これなんていうんですね、尾道水道と呼ばれている、実際には海なんですけど、反対側のですね、向島という、島まで、多分広いところでも2、300メートルしか多分川幅というかがないと思うので、パッと見海なのかな川なのかなって分かんないことがありますけど、実際には海です。で、この駅の前がですね、もう本当に駅出てまっすぐ行って運河があってっていうところですごいこう開けていて、景色も良くてですね、とてもおすすめな街ですね。これ向い側ですね、本当日本語で向い側っていうぐらいで向島ってそのままの名前なんですけど、造船とかもですね、この辺瀬戸内海結構有名というか盛んなので、今パッと見
向島に2つぐらいドックがあって、実際船の修理とかも行っているところもよく見たりとかします。であとはこうパラソルとかですね、椅子とかテーブルとかも、設置されているので、朝コーヒー買って尾道水道眺めながらっていうのもすごいいいですし、夜ね、今は真夏で暑いですけど、夕方になるとやっぱり海沿い涼しくなるので、夕方コンビニで例えばビール買って、みんなで飲むみたいな、そういうのもいいと思います。であとはですね、この今ちょっと拡大しましたが、見えてるのが橋ですね。でこれがしまなみ海道のもし自転車とか車で渡る場合には橋を渡っていくんですが、実際にはこの渡船というんですか、渡る船と書いて渡船というのがあって、向島とこの尾道のこちら側はですね、実は船でつながっているというか、船が航行してます。実質ですね、本当にもう数分、5分とかで渡れるんですけども、今は現在多分2社が運航していて、多分1年か2年前までは3社あったんですけど、もう今は2社になってますね。で実際橋で向島とかもつながってはいるんですけど、そっちで行くと時間かかるので、多分向島の近くの人たちは船で渡ってくる人たちが多いと思うのと、あとは向島に高校があってですね、通学をしている高校生ももちろんいるので、朝夕の時間になるとですね、その船がすごい混みます。でみんな自転車とかで行ってるので、自転車もそのまま乗せられるので、結構その通勤の足に、であと車も乗せられるんですよね。なので小さい船なんですけど、車も自転車も人も乗っていく感じですね。で実際多分ですね、ざっくりですけど多分大人1人100円で船に乗れて、多分自転車が10円とかだったっけな。で車も多分100円ちょっととかで乗れるんですよね。なのでそれ安いとするか高いとするか分かんないですけど、少なくとも橋を通って時間かけるよりは全然早いと思います。とはいえね、なんだかんだ言いながら3社、多分もっと昔もしかしたらもっとあったかもしれないですけども、その渡し船をやってるところが減ってはきているので、どうしてもですね、人口減少の関係なのか減ってますね。で今こっち側ですね、向こう側のところにも1個走ってて、この反対側ですね、今私が進んでいく方にも1つ船が走ってます。なので多分反対側の方はですね、高校生は多分反対側の方に乗るんで、多分そっち側に高校が近いのかなというふうには思いますが、今映像を見ててもですね、めちゃめちゃ綺麗ですよね。景色がいいので、今日もちろん晴れてますし、今は8月の20日なので、めっちゃ暑いです。今お昼時ですね。とはいえ私基本的には東京にいて、ちょっと尾道でですね、仲間とクラフトビールのプロジェクトをやってる関係で定期的に来るんですけど、尾道が暑いとはいえですね、やっぱ東京のアスファルトの中にいるよりはやっぱりちょっと海沿いなんで全然気分的には違いますよね。でこの今山の方見えてましたけど、実は尾道坂道の町としても有名で、小高い山がつながっている関係でですね、すごい坂が多いです。でプラスですね、お寺もめっちゃあるので、尾道坂とお寺と多分あと猫が有名ですね。なんで猫が有名なのかちょっと分かんないんですけど、猫がたくさんいます。今このウッドデッキですね、このまま歩ってますけど、本当にこのままですね、ずっと海沿いを歩くことができます。ただもちろん真夏のお昼なんで暑いですけどね、でも景色はね、晴れてるとすごいいいのでおすすめではありますが、熱中症には気をつけてください。このままですね、本当にね、船もいっぱいつなげられているというか係留されてますし、本当に向こう側はあれですね、造船所が見えたりとかするので、やっぱ海の街だなというふうに思いますね。であと尾道有名なところとしては尾道ラーメンっていうのもすごい有名で、後ほど多分たくさん見えてくると思いますけど、
多分、私が分かるけど10とかで多分足らなくて、それほど町として大きい町じゃないんですけど、多分数十、20、30は全然ラーメン屋だけでもあると思います。で、あとは広島お好み焼き屋有名なので、お好み焼き屋さんもたくさんあって美味しいですけど、やっぱラーメン屋さんですね。圧倒的に数としては多分ラーメン屋さんが多いので、本当背脂醤油っていうんですかね。のラーメンですね。で、今、ね、ちょっと海沿いに出ましたけど、こういうところも普通に歩けるので、ちょっと今、あれですね、日本はお盆明けというところで、8月の大型連休が終わった翌週に今私来てるので、実際観光客の方々、特に日本人を中心に少ないですけども、普段は多分お盆前とかめっちゃ多分人いたと思いますし、観光シーズン、これから秋になってきてですね、観光シーズンになってくると、また世界中から自転車乗りの人たちもたくさん訪れると思うので、気候が良くなって、休みの日とか、そういう大型連休とかで日本人と外国人が、一緒にこう重なるタイミングとかだとめっちゃ混んでます。大きい魚泳いでますね。実際ここ海なんで釣りも普通にできるので、でもなんか思ってるほど全然なんかおじいちゃんがたまに釣りしてるところとか見ますけど、意外と釣り人少ないので、土日だとしてもですね、あんまり釣れないんですかね。ちょっとわかんない。私ここでやったことないですけど、今度やってみたいと思います。サビキで釣れるのかな、サビキ釣りで。あとはですね、またそうですね、パラソルとテーブルと椅子が見えてきたので、この辺も、はい、めっちゃ尾道水道を見ながら、とっても気持ちよく観光の疲れを取るために休憩とかですね、めっちゃいいと思います。あとこの山側にですね、もう一個有名な千光寺というお寺が、お寺たくさんあるって言ったんですけど、一番有名なのは千光寺というお寺で、そこにはですね、歩きで、坂道登れば登れないことはないんですけど、ロープウェイがあるので、こことか、並んでますね。多分ラーメン屋さんなんでしょうね。ロープウェイで登って、そこからも、数年前ですね、展望デッキみたいなところも、綺麗になったので、尾道水道、多分しまなみ海道とかですね、あと向島の向こう側とかも綺麗に見えると思います。このままですね、今、市役所の方に向かってるんですけど、本当にずっとこの景色で、こんな通りをずっと歩くことができるので、ここまたこうやって本当海沿いに入ってそのままお散歩できるところになっているので、もう散歩、気分転換、景色を眺める本当に最高な場所です。仕事の関係で、お客さんというかパートナーさんというか、たまに一緒にここで仕事することがあるんですけど、やっぱり初めて訪れる人たちはですね、とてつもなく気に入ってみんな帰っていただきますね。私も最初来た時、もちろん尾道っていう名前をしてたんですけど、尾道って多分昔々ね、多分私の親世代とかなんか多分知ってるんでしょうけど、有名なドラマか何かの舞台に、映画舞台になったこともあり、関東の方の、東京の方の人でも結構尾道という名前は知っていて、実際町はそれほど大きい町ではないんですけど、一回聞いたら忘れない、ちょっと、日本人にとって尾道ってなんかこうちょっとインパクトあるんで、覚えやすい名前なので結構、有名ではあるんですけど、実際、ね、なんか、東京から近いわけでもないし、空港から近いわけでもないので、なんかそんなにこう、頻繁に観光客が関東の方から訪れるってことはないと思うんですけど、街としてはすごい有名な、名前としてはすごい有名な街ですね。なので、私も最初来た時めっちゃ、もう駅降りた瞬間がさっきの景色なんで、もう特に私海がない埼玉県というところ出身なんで、海への憧れが人一倍強くてですね、めっちゃ感動しました。なので知人とかを連れてきて案内するとですね、
尾道めっちゃいい、引っ越したいとかっていうのを、まあ、冗談半分で言う人結構いたりとかするので、本当に魅力的な街ですね。まあ、実際ね、住むとなると、さっきのその新幹線とかですね、仕事のことまで踏まえて移動のことを考えると、まあちょっとそこは不便だったりとかするので、ここでね、そのビジネスをメインで行うんであれば別ですけど、本当に移住するかっていうのはまた別の話としても、それくらい、みんな来たら必ず気に入って帰っていただける街ですね。もちろんラーメンとお好み焼きっていうのもすごい魅力的な、特にお酒が好きな人にとってはですね、ラーメンとお好み焼きとビールみたいな、まあ、健康にいいかどうかは悪いかは置いといて、とっても酒好きにも魅力的な街ではありますね。今、目の前見えてるのがもう一つの都線ですね。これで車ももちろん乗ってきて、多分車乗用車で4台、5台ぐらいしか乗れないと思うんですけど、まあラッシュの時間帯になると、もしかしたら待たなきゃいけなかったりとかすると思いますが、まあとはいえ、5分、10分で往復してくるので、まあそんなに長く待つっていうことでもないので、結構車も乗ってるなぁと思います。いやーもう普通に海とかも綺麗ですよね。で、この辺そうですね、観光地ということもあって、ドリンク屋さんとかスイーツ屋さんとかもあったりとかするので、決してラーメンとお好み焼きだけではないんですけど、この先多分有名なパン屋さんもあったりとかしてですね、結構、観光ということで、スイーツも含めてすごい楽しめるところではありますね。今ここ今見えてきたこの駐車場ちょっと完全に余談ですけど、ここの駐車場ですね、びっくりするぐらい高くて、多分広島一高いんじゃないかみたいな冗談言ってるぐらい、これ平日の昼間ですね、20分で500円なんですね。なので1時間止めると1500円で、いやいや、東京の六本木かよみたいな話になってくるぐらい高くて、なんでこの場所にみたいな感じで、これ知ってる人はいいんですけど、知らない観光客の方が間違って止めて、例えば3時間とか入れると駐車場4500円みたいな、冗談みたいな金額になって、ちょっと凹むみたいな話もあったりとかするので、まあ車でもしここに来られる方は、ここじゃないところに止めていただくのがいいと思います。だんだん、ちょっとまだ見えてないですけど、市役所の方に向かってますけど、尾道市役所ですね、多分、4、5年前に新しくなって、すごい綺麗な、建物で、かつその屋上がですね、展望デッキみたいな形で5階だったかなが開放されているので、自由にそこは登っていただくことができて、で、本当そこからの景色もすごい綺麗です。で、さっきも最初冒頭で話したんですけど、今はね、私運河沿いを歩ってるんですけど、商店街もあるので、ちょっと帰りはそちらを歩いてみたいと思うので、またこれとは別の、これの後にですね、どこかで帰り道はそちらを通りたいと思ってるんですが、夜になっちゃうかもしれないですけどね。なので、まあ、雨の日とかですね、本当アーケードで結構長いアーケードが繋がってるので、雨の日とか、そちらを歩くと、全く濡れず、ちょっとアーケード切れてる場所あるんですけど、基本的には濡れずに。で、そのアーケードをずっと歩っていくと、先ほどお伝えした千光寺に登るロープウェイもあるので、晴れていたとしてもですね、もう真夏今すごい暑いので、日陰を涼しいかどうかちょっとあれですけど、日陰を歩きながらですね、千光寺のロープウェイに向かうとかっていうのはアーケードの方もおすすめです。今これあれですね。これなんていう船だっけな、ごめんなさい。名前忘れちゃったんですけど、ここも瀬戸内海をですね、多分1日1往復とかしてるのかな、クルージング船で、私ちょっと乗ったことなくて、今度いつか乗りたいなと思ってるんですけど、多分すごい綺麗な新しい船でですね、瀬戸内海の主要なスポットを巡って行くような船ですね。なんて言ったっけな。シースピカか。シースピカという名前で、調べていただけるといいかなと
思います。あ、今見えてきます。今正面見えてるのが尾道市役所ですね。で、ここら辺からですね、もう右斜め前に見えてる、あれラーメン屋さんですね。あれ一番館さんという名前ですけど、お昼時、平日のお昼時ですけど、おそらく観光客の方々がメインだと思いますが、めっちゃ並んでますね。本当に驚くぐらい並んでて、なんか多分2時とか3時になっても人気店は全然多分この一番館さんも多分3時とかでも並んでたりとかすることあるので、で、別に1軒だけとかだったらあれなんですけど、その先にもちょっと並んでる人たちが見えてきてますが、そうですね。こっちが一番館さん。すごいですね。これ多分左の奥の見えないところにも多分たくさんお客さん並んでると思うので、めっちゃ並んでます。で、この先行ったところにですね、なんて言ったっけな。ツタフジっていうすごい、そこも有名なラーメン屋さんがあって、並んでますね、やっぱりここですね、私ももう5年以上尾道に定期的に通ってるんですけど、この辺あとありました。ごめんなさい。シェアオフィスみたいなのもあるので、コワーキングです。ドロップインができるので、1日だけそこで仕事みたいなのも、尾道水道を眺めながら、窓際の席とかはあるので、そこもおすすめです。多分2時間500円ぐらいで1日1500円ぐらいだったかな。で、ここツタフジさんですね。ここ私5年ぐらい通ってるんですけど、いつも振られてしまっていて、ここ結構ご高齢の方がやってるので、予定外に腰痛のためお休みします、申し訳ございませんみたいな、張り紙がよく貼ってあったりとかして、ツタフジさんっていうところですね。一回やっと私5年越しぐらいでこの間、前回来た時ですね、食べることができて、とっても幸せでした。本当にこの市役所ぐらいまでがですね、商店街も含めて観光地ではあるんですけど、実はこのもっと奥ですね、市役所よりももっと奥の方に、これよりまっすぐ奥の方にですね、実は飲み屋街があります。スナックとか居酒屋とかですね。もともと尾道も北前線というですね、船の貿易で栄えた町だったりとかするので、駅からちょっと離れてるんですけど、元は多分そっちがメインの町だったんだと思うんですが、そちらの方にスナックとか居酒屋さんとかあるんですけど、今はもう結構閉まってるとこも多いですね。で、あとやっぱここで今クレーン見えてますけど、今多分これ使ってないんですけど、やっぱ港町の名残でですね、こういうクレーンとかがやっぱり結構、これも多分モニュメントオブジェとしてだと思いますけど、展示されたりとかして、ちょっと今日は行かないですけどね、この奥の方の左に行っていただくと飲み屋街があるので、外国人の方も結構来てますね。すごいザ・日本の飲み屋街みたいなのがあるので、で、あとさっきお伝えした通り、ここがこれが尾道の町の地図なんですけど、お寺がパッと見だけでも33番が見えるんで、33軒とかは普通に存在するっていうことですね。すごいですね、お寺。そんなにあるんだなっていう。ただ観光行くのいいんですけど、坂道なんで、くれぐれも気をつけてください。はい。ということで、これまっすぐ行くと、千光寺のロープウェイになります。ですね。あとそう。この先にも今ちょっと見えてますけど、庄屋という人気のラーメン屋さんがあって、そこめっちゃ美味しいです。我々のそのブルーアリーの仲間たちは多分庄屋が一番美味しいって言う人が多いと思います。庄屋さん多分並んで、すごいですね。多分庄屋さんも2時とか3時になっても普通に平日でも並んでたりとかするので、本当に駅から離れてるんですけどね、人気店ですね。実は駅の方にも一軒あったりとか、あと福山の駅にもお店あったりとかするので、そちらも機会があれば行っていただけるといいかなと思います。そうですね。はい、ここ尾道市役所です。こっちが尾道水道運河です。夜になりましたが、今からお昼の続きでですね、お昼は尾道水道、尾道駅から尾道水道をずっと歩って、尾道水道沿いを
市役所まで、尾道市役所まで歩いてきましたが、帰りは反対側を尾道の商店街をですね歩って尾道駅の方に行ってみたいと思います。今日は平日の夜になっていてもう9時近いので、結構お店も閉まってますが、これもまた夜の尾道平日どうなってるかっていう動画としては面白いかなと思います。これも飲食店が結構あるんですけど、ここは今やってます。ここ多分穴子料理のお店で、一回昔行ったことありますけどね、美味しかったですね。で、あとはですね、ここにお好み焼き屋さんで三心さんっていうお好み焼き屋さんあって、実は今ブルワリーの仲間と食べてたんですけど、ここ美味しいですね。お好み焼きも美味しいですし、つまみでやっぱ広島のつまみでガンスっていう魚のすり身を揚げたものがあるんですけど、それも美味しかったり、せせりのニンニク焼きみたいなのも美味しいのでおすすめですですね。さっきちょっと昼間の映像でも言ったんですけど、これまっすぐ行ったこの先にですね、この山のところに千光寺というお寺があって、このまままっすぐ市役所のところからまっすぐ行くとですね、ロープウェイがあるので、基本的にはそれを乗っていく感じですね。で、ここからが商店街のアーケードになってまして、結構もう本当飲み屋さんがやっててもですね、ご飯屋さんとかだともう結構平日早く閉まっちゃうので、あんまり空いているところは少ないかもしれないですが、本当にまさにアーケード街で、夜かどうかは別にしても結構そうですね、開いてないお店がもうどんどん増えてきてる感じですが、その代わりにですね、新しいお店がもちろん入ったりとか、ちょっとそうですね、こことか新しいですね、建物自体が。はい、ここ見えますかね。ちょっと向こうの方に、これがですね、千光寺になりますね。ここ穴子の寝床っていうゲストハウスで、要はホステルみたいな感じですねがあったりとかもします。ご飯屋さんあるんですけど、もう閉まってますかね、時間的に。こことかはかき氷とかビールとか、喫茶カフェバーみたいな感じですかね。でも多分閉まってます。ここもラーメン屋さんがありますね。本日は予約で満席です。多分和食屋さんっぽいですね。
ここに尾道、その船がね、やっぱり海沿いなんで船がいっぱい、あった関係で、船で使うような布ですかねを使ったなんかアパレルとか、バッグみたいなものをですね作ってるところが、メーカーさんがブランドがあったりとかして、今のところは昔からあるところですね。この辺だんだん駅に近づいてきてるので、結構だから市役所が駅からは離れてるんですけど、この辺まだ私場通り食堂とかですね、ここまだちょうど今閉まったぐらいですかね。こことかたこ焼きたこすけって書いてありますね。なんで全部こうね、一つずつ読んでいくとガラス店とか、裏地ボタンとかですね、呉服店とか、ここは玉扇さんはご飯屋さんですかねとかですね、こことかまだ看板新しいので食料品お宝市場とか洋服山田屋とかですね、本当に昔ながらの日本の昔ながらの商店街が繰り返しになっちゃいますけど、何店舗ぐらいが営業してるかと言われると結構閉まっちゃってるお店も多いのは事実なんですけど、やっぱり昔の商店街の風情が残ってて、こことか尾道ラーメンですね。ラーメン屋さん本当に多いですね。お茶屋さんですね。化粧品とおしゃれなお店。当然ですけど昼間とか、土日とかになったらいろんなお店ももちろんたくさん開きますし、もっともっと活気があるんですけど、こことかは大和湯銭湯ですね。銭湯って何て言うんでしょうね。ここ小料理屋さん、銭湯って温泉というか街の中にある、温泉じゃないのか、温泉が出てるとは限らないんで、ある意味お風呂屋さんですかね。ここは綺麗ですね。公衆トイレが整備されてますね。もみじ銀行、塾、学習塾がありますね。パン屋コール、パン屋さんですね。ここ結構人気でいつもお客さんがいるお店です。鉄板屋まだやってそうですね。うどん屋さんはちょっともうやってなさそうですね。ようこそ尾道市、3つの日本遺産の町。へえ、3つの日本遺産がなんだか気になりますね。千光寺となんだろう、
今電車が前を通りましたね。そろそろこの商店街、アーケードが終わりになります。ラーメン屋さんがありますね。ここまでやってる庄屋飯店、これは尾道市役所の方にあった大人気店ですね。こっちの方が新しいんですけど、庄屋飯店、結構ここ朝からやってるラーメン屋さんなので、早くこの道を出なきゃいけないとかですね、朝早く着いちゃったけどどうしようみたいな時でもお昼の前にご飯が食べられますね。ここ架け橋っていう和食料理屋さんですね。ここ人気なお店なので、ここもおすすめですね。もう駅からも近いですしね、架け橋で、今右側にがもうこれ全部線路です。それでこの奥見ると、駅のプラットフォームが見えますけど、やっぱり行きと違ってですね、行きはこう運河沿いをこうちょっと海沿いを歩ったりとか、なんか中に戻ってきたりみたいなのがくねくね、ちょっとだけこうくねくねしてるんで、若干時間かかりますけど、商店街まっすぐなんで、そういう意味では、こっちの方が早く作ってるとあれですけど、両方行き帰り、本当はね昼間の方がお店も開いてて楽しめるかなとは思います。でも逆に観光地としてね有名な尾道も夜になると商店街が本当に閑散としてるっていうのが分かっていただけるのも新しい情報かなと思いますので、また次回ですね、今度は昼間商店街を通って、今度夜は逆に尾道水道運河沿いを通ってくるっていうルートを逆バージョンの動画を作りたいと思います。はい、もうここに今見えてきたのが尾道駅ですね。駅前酒場とかはまだやってますね。で当然ですけど駅に近い方がね長くやってると思いますので、運河沿いも夜の方がちょっとライトアップされてる部分があったりとかして綺麗ですね。ハッピーアイスクリームお返しします。ごめん。はい、ハッピーアイスクリームお返しします。はい、では尾道駅に着きましたので以上で終わりになります。この上のビーコンというところがですね、ホテル、駅直結のホテルですね。